こんにちは。あなたはどんな家に住みたいですか？どんな部屋に住みたいですか？僕の部屋は今、白い壁、そして狭いです。広くない部屋に住んでいます。今日は住みたい部屋、住みたい家についてお話しします。こんにちは。OK ジャパニーズです。このポッドキャストでは難しくないはっきりとした日本語で N2、N3、N4 ぐらい中級の難しさでお話しするポッドキャストです。トランスクリプトやもっとこの話について復習したい、学びたいという人は僕のウェブサイト OK ジャパニーズウェブサイトのメンバーになってもらえるといろいろ見ることができます。今日は部屋の話、家のお話です。僕は今東京に住んでいます。東京の部屋に、住んでいます。一人暮らしです。一人で住んでます。もう長いですよ。一人暮らし長い。一人暮らしのエキスパート。一人暮らしの達人。一人暮らしとても詳しい人。そう言っても過言ではない。言い過ぎではない。そう言ってもいい。本当にそうでしょう。はい、そういう日本人男性です。そういう人間です。そういう日本人です。僕の今の家は2年ぐらい住んでます。2年間住んでいます。借りています。貸してください。この部屋を貸してください。2万円じゃない。2年間この部屋を貸してください。そうやってね、お金を払っています。お金を払って、借りています。このね、場所は東京で、まあ、便利な場所ですね。人がたくさんいるし、お店もたくさんある。歩いてコンビニも3つぐらいありますよ。すぐにコンビニに行けます。もし深夜、夜、目が覚めて、セブンイレブンに行きたい。セブンイレブンのエッグサンドを食べたい。そう思った時、すぐに行けます。いや、ファミリーマートのファミチキが食べたい。ファミチキを食べたい。そう思ったら、すぐにファミリーマートに行くことができます。それぐらい便利な場所に住んでいる。病院もあるし、学校もあるし、いい場所です。それはいいところです。でも悪いところもあります。それは、太陽があんまり当たらない。お日様が当たらない。日の光がね、少ないです。だから、今寒いなって思って今、実はポッドキャストで話しているんです。寒いんですよ。まだね、11月なのに、もう暖房が必要です。そろそろ。エアコンで温めなければ寒いです。それが一つ。で、二つ目は、ベランダがない。ベランダがありません。窓はあるんですよ。窓はあって、窓は開けれるんですけど、歩いて出られるバルコニー、ベランダがないから、
少し不便です。時々便利じゃないです。洗濯をするとき大変です。だってね、洗濯物を干す場所がないから、洗濯物がね、干せないよね。部屋の中に干すしかないです。あと、もう一つは、高い。家賃が高い。お金がかかる。それはきっと皆さん同じですかね。ほとんどの人は思います。東京高いな。家賃高いな。って思います。はい。さあ、そして今日のトピックは自分の住みたい家、理想の家です。考えていきましょうか。僕はやっぱり一軒家に住みたいです。こうマンションじゃなくて、フラットじゃなくて、1階、2階のある一軒家ですね。一つの家に住みたい。そして広さは何部屋欲しいですか？あなたは何部屋あるといいですか？僕は一人で住むと考えてくださいね。一人で住む場合は5かな。5部屋。5部屋ぐらい欲しいかな。一つはリビング。リビングでご飯を食べる場所。違うか。それダイニングか。ダイニング。ちなみに日本ではダイニングともね、英語で言いますし、食卓、とも言うのかな。食卓。でも食卓はもうちょっとそのテーブルについて説明します。その時に使います。食卓はテーブル。そして、ご飯を食べる場所。だからダイニングはね、部屋ですもんね。もう少し広いですよね。意味が広い。ダイニングの方が広い。ダイニングで。友達がね、6人ぐらい座れるところがいいな。で、こう友達が来て、で一緒にご飯をね、時々食べたり。寿司パーティー。お寿司パーティーしたいです。寿司を頼んで、銀の皿に頼もうかな。銀の皿に注文して、すいません、今日はお寿司を6人前ください。特上で、並じゃない、上じゃない、特上で一番いいのください。そう言ってね、美味しいお寿司をみんなで食べる。いいじゃない。楽しいじゃない。この話、夢の家だから、お金もすごく持っている。そういう設定です。そういう状態の話ですから。ね。だからダイニングがありますね。そして、キッチンも広いキッチン。ガスコンロがいいです。ガスがいいな。やっぱ電気のコンロってちょっと料理しにくいですよね。ガスでパスタ茹でながらソース作って、あと一つはね、何に使ってもいい。手を温めるのに使ってもいいし、ゆで卵を作ってもいい。それぐらい3つあるといいですね。そして、ダイニングか。違う違う。またダイニング。リビングね。リビングルーム。ソファー置いて、テレビを置いて、そして OK ジャパニーズを流す。自分で OK ジャパニーズ流す。
いや、流しませんけど、テレビも置いて、ゆっくりね、休める場所。友達みんなでさ、映画を見てもいいね。タランティーノの映画を見てもいいよ。うん。タランティーノを見てもいいし、ジブリを見てもいいですよ。スタジオジブリを見てもいいですし。はい。そこでですね、その後にはもちろん寝室、ベッドルーム。ベッドルーム。これ、日本人は寝室はたくさん使います。ベッドルームよりは寝室の方が使いますね。リビングはリビング、英語を使うけど、ベッドルームは寝室の方が使う気がします。なんでだろうね。わかりません。寝室はもう何も置かないよ、僕は。何も置かずにもうベッドとサイドテーブル、そしてランプがね、一つ暖かい光のランプがパンとついて、そして空気清浄機があります。そこには空気をきれいにする機械がねあります。そこでもうそこには携帯電話を持っていかない。携帯電話禁止。ノーセルフォン。そして本を読めますよね。読書をして眠りにつく。いい睡眠をする。いいじゃないですか。ポッドキャストは聞きたいけどね。ポッドキャストは聞きながら寝たいけど、僕はいつもお笑いのポッドキャストを聞いて寝てるんですよ。おぎやはぎのポッドキャストとか、二人のお笑い芸人のポッドキャスト。あと最近新しいのも聞き始めました。ハライチのターンっていうポッドキャスト。ハライチという彼らもお笑い芸人なんですが、彼らもね、静かに話しますよ。皆さんもね、もし難しいお笑いのポッドキャストが聞きたかったら、おぎやはぎ、ハライチ聞いてみるのもいいかもしれません。はい。そして寝室がそんな感じ。そしてですね、あと、僕はね、スタジオを作りたい。夢の家にはスタジオがいいです。一つは音楽スタジオ。だから地下かな。階段を降りていくと大きい扉があって、重い扉があるんです。ガチャ、グググ、ググ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 グっと開けて、そこにはしっかりとしたスピーカー、そしてレコーディングの機械、レコーディングギアがたくさんあって、ギターがたくさん、ベースがあって、そしてアップライトピアノも置いてある。楽しいな、そんなところ。いいな。はい。でね、うちの実家に、両親の家にアップライトピアノがあるんです。両親がね、買ってくれたピアノ。僕と姉のために。それね、今全然使ってないから、甥が弾いてるけど、ちょっとそれいいですかって、使っていいですかって、で、それを借りて、そこに置く。いいね。いいな。いやー、そんなスタジオが欲しいです。なんかこの話をしていたら、夢の話をしていたら、すごく欲しくなりましたね。そういう家が。やっぱり想像すると、えー気持ちが少し変わりますね。本当に欲しくなってきたさ。うん。でもそうするとお金がたくさんいるから、お金を稼がなきゃいけないから、頑張らなきゃいけないな。頑張らなきゃいけなくなっちゃうな。
はい。はい。ということで次の、もう一つの部屋は、やっぱスタジオ、今度は撮影スタジオ。撮影のスタジオ欲しい。僕もこうやって今、もう僕は全てをこの部屋で撮っています。もう寝る部屋、仕事の部屋、撮影の部屋、音楽の部屋、全てが一つになってる。とてもコンパクト。ミニマリズム。ですけど、もう撮影だけの部屋。そしたらね、もうずっとこういうマイクとかもそこ置いて、ね、カメラもそこにセッティングしてさ、その部屋に行ったら撮る。そこでポッドキャストを撮るってね、決められたらいいよな。ね、そこでコラボもできるしさ。ね、旬とか呼んで、旬とまたコラボのポッドキャスト作るとかさ、もっといろんな人とコラボを作るとかさ。ね。あと、グリーンスクリーン、緑のスクリーンありますよね。あれ、ちょっと欲しいんですよね、最近。グリーンのスクリーンを自分の後ろに置くと、その後で、後ろを消すことができる。だから僕だけが映る。僕だけが映って、後ろを変えることができるんですよ。で、そしたらいろんなね、動画作れるんですよ。例えば僕が宇宙にいるね、動画。火星に行ってね、いる動画。ね、で、とか、もっと、例えば PS1 の世界、ゲーム、日本のゲームの世界みたいに入ってって、そこでね、ポッドキャスト撮るとかね。ちょっとそれね、やりたいんですよ。ちょっと詳しい人いたら教えてほしいんだよな。まあ今見てるのが、ブレンダー使って、で、グリーンスクリーンの自分を入れて、CG にする。だからブレンダーで自分で世界を作って、そこに自分を入れる。それやりたいんですよ。ちょっと毎日勉強してます、今。毎日30分ぐらい YouTube のチュートリアルを見てます。はい。そんな部屋がございます。はい。それが私の家、理想の家です。どうですか？全然違いますか？あなたの理想の家とは。そして大事なのは場所ですね。場所が大事。どこにその家があるのか。僕はね、理想は海の近く。海の近く。だけど、丘の上。海がここにあってビーチがあって。だけど、すごく高い山になってて、その山の上、そこから海を見渡せる。そういう場所。うん。本当に高級な家が建っている。お金持ちが持っている家。そのままですね。恥ずかしいな。なんかちょっと恥ずかしいな。普通にみんながいいなって思う家に住みたいかな。夢は。よかった。僕、社会とすごく同じ気持ちですね。とっても社会の中に生きている。資本主義の中に生きているんだな。資本主義の中に生きているっていうのはあんまね、嬉しくないですけど、ただ、そういう考えの中で育ったので、そういう資本主義の影響はたくさんあります。はい、すいません。ちょっとよくわからない話をしてしまいましたが、この話はまた別のポッドキャストでしたいなと思います。資本主義とはとか、日本を世界から見て今どうなんだ、世界との立ち位置はとかね、あと現代アートについてとかね、
そういう話はもう別のポッドキャストで。今日は家の話。すいません。話が脱線してしまいました。話が違う話をしてしまうということは脱線。電車がそれる。電車が線路から落ちる。脱線する。話がそれる。はい。なので話を戻しましょう。家の話に戻しましょう。場所はそう。そして県は神奈川県です。僕はずっとこのポッドキャストでも話しているんですが、神奈川県に住みたい。なぜなら人が少なくて文化があって東京にも近いから、はい。なので東京ではなくて神奈川のそういうところに一軒を建てて住む。最高だよな。そういうこともしてる人はね、僕の知り合いにもいます。2人ぐらいいますね。家を建てた人もいるし、そこに家を買った人もいるし、で、その一人の人が、昔ね、仕事で知り合った人で、10年ぐらい前かな。むちゃくちゃ前だけど。で、10年前に知り合って、インスタだけ見てたんです。インスタだけ見てて、そしたらその人が、引っ越しますって言って次の写真がもう海を見下ろした写真だったんです。ここに引っ越しましたって。はあ、綺麗だな。いいな。って思って、でその後僕はね、旅行に行って神奈川の海をちょっと歩いてたんですよ。そしたらね、前からその人が歩いてきたんですよ。ね、奥さんと一緒に夫婦で歩いてきて、あれもしかしてあの人ですかって言ったら、ああ、最初はね、その人も気づいてなかった。お、誰だ誰だっけでも僕 OK ですって言ったら、久しぶり、元気って言って、お話しして、本当にここはいいよ。もし住みたいならいろいろ何でも聞いてねって。何でも相談してって言ってくれました。優しい人なんですよ。はい。そんな場所なので、いつか僕もその人に相談しよう。相談するときをゴールにして頑張ります。はい、ということで今日は理想の家、住みたい家、そんなお話でした。じゃあ次のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。